皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今回は以前出した動画の続編ということで、インスタ360ルナウルトラと DJI Osmo Pocket 4P、結局私ならどちらを選ぶのかというお話をしようかなと思います。こんなテーマでお話はしますが、一応お伝えしておくと、実機はどちらも持っていません。なので今回は公式のスペックと、あとは実際に使われた方のレビューだったりとかを見ながら、あくまで私の使い方だったらどっちがいいかなっていう目線で考えていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。ということで早速なんですけど、前回6月13日にインスタ360のルナウルトラが発表された直後に動画を出したんですけど、ありがたいことに本当にたくさんの方に見ていただけまして、やっぱりこの2台は気になっている方がすごく多いんだなっていうのを実感しています。で、あれからなんですけど、ついにですね、どちらも正式に発表がされまして、まずインスタ360ルナウルトラは6月15日に日本でも正式に発表されて、お値段は前回お話しした通り通常モデル、標準モデルで11万円ちょっとですね。そして前回楽しみですねと言っていた DJI の Osmo Pocket 4P が6月の29日に日本で正式発売されまして、価格はスタンダードコンボが確か10万円弱ぐらいで、マイクとかがつく Vlog コンボが11万円くらいだった気がします。そんな感じで今は両方とも日本で買える状態になったっていう感じですね。で、早速ちょっとサイトを見ながらお話をしていきたいんですけど、まず DJI の Osmo Pocket 4P から見ていくと、Osmo Pocket 4P はメインが新設計の1インチセンサーで 20mm 相当の F2 っていうことで、17ストップのダイナミックレンジと10ビットの D-Log2 に対応していて、で最大 4K の 240p まで撮影ができるっていうのが特徴みたいですね。もう一つの望遠カメラが 60mm 相当の F1.8 で光学3倍、最大12倍までのズームに対応しているみたいです。一方のインスタ360ルナウルトラはライカと共同開発した1インチセンサーで 8K 収録に対応しています。そして望遠も含めて最大12倍で6倍まではロスレスズームっていう仕様みたいですね。なのでどちらも1インチの広角プラス 60mm の望遠っていう二眼で、ズームの倍率まではほぼ同じ感じで、違いをざっくりまとめると 8K のライカの色のルナウルトラを選ぶか、17ストップと 240p の Osmo Pocket 4P を選ぶかみたいなところが判断の基準になるっていうことでしょうかね。今こんな感じでざっくりお話ししましたけど、発売から少し経って実機レビューも見たりとか読んだりはしたんですけど、まずルナウルトラはやっぱり評価が高いところとしては着脱式のスクリーンで、スクリーンを外してカメラを置いて自分をカメラで追わせながら手元で構図を確認できるっていうのが、一人で撮る人には本当にいいなっていう声が多かったですね。前回私もこの撮影スタイルはいいなって言っていた部分だったので、ここはやっぱり魅力的だなと思いました。ただ一方で気になる報告もちらほらあって、8K でだいたい40分から1時間くらい撮ると熱停止するっていう事例が報告されているのを見かけたりとか、防水とか防塵、防滴には対応してないっていうことだったので、長時間の撮影だったりとか天候によっては少し気を使うところがあるのかなと思いました。次に Osmo Pocket 4P の方なんですけど、こちらでよく話題になっているのが D-Log2 の使用制限かなと思っていて、 D-Log2 は広角カメラのみの対応で、望遠カメラの方には非対応っていうことで、広角と望遠を混ぜて編集するときはちょっと色合わせとかが必要になるっていうところだったので、ここはいろいろ言われているところではありますよね。
ただ、なんか正直私の気持ち的には、私は今 Osmo Pocket 3を持っているんですけど、Pocket 3の D-Log でも本当に十分綺麗だと思っていて、実は最近ショート動画の B ロールを Osmo Pocket 3で撮ってみたんですけど、全然普通にめちゃくちゃ綺麗なので、別に 4P 買ったとしても、望遠レンズの方も積極的に使いたいなと思ってるので、D-Log2 じゃなくて、D-Log を使うんじゃないかなっていうふうに思っています。ちなみに余談なんですけど、ここ1ヶ月私毎日ショート動画を投稿しているので、よければどの動画が Osmo Pocket 3で撮ったものか当ててみてください。そんな感じでちょっとお話はそれましたけど、画質の良さでさらに17ストップになるなら、私としてはなんかそういった制限があったとしても、全然なんか 4P でもありなんじゃないかなと思ってしまいます。じゃあ私の使い方で考えるとどうなのかっていうところなんですけど、実は近いうちに家族と旅行に行く計画をしていて、ただ私の双子の妹は普段カメラで撮られ慣れてないので、大きいカメラを向けるとなんかちょっと構えちゃうっていうのと、多分今回はショッピングメインの旅行になると思うので、荷物も多分めちゃくちゃ持ちながら、買ったものとか持ちながらの旅行になると思うんですよね。だから今回に関しては、オズポケかなんかルナウルトラだといいなっていうふうに思っていて、荷物的にも小型のジンバルカメラと、小さいカメラ1台は持っていくくらいで揃えられたら、旅行としてもかなり身軽で嬉しいなと思っています。それと望遠で撮れるっていうのはなんかやっぱりいいですよね。いいというか、単純に使ってみたいとか試してみたいっていうところが本音なんですけど、なんか純粋にそこに興味があるなっていう感じです。ということで、インスタ360ルナウルトラか DJI の Osmo Pocket 4P、どちらがいいかなっていうふうに考えた結果、私の結論としては Osmo Pocket 4P がいいなと思っています。理由はいくつかあるんですけど、一つ目はやっぱり DJI への信頼感ですね。Osmo Pocket 3を実際に使ってきて、画質とか、あと操作感も別に私は不満はなかったですし、マイクとかアクセサリー類も揃ってますし、私はマイクも持っているので、その点は特に困らないなっていうところですね。あと、二つ目は価格で、スタンダードコンボならルナウルトラよりも2万円くらい安く始められるっていうところもやっぱり魅力だなと思いました。でも、インスタ360のルナウルトラの着脱スクリーンは結構魅力的だなって思ってるので、店頭とかイベントとかでなんか触る機会があれば、そこはぜひ体験してみたいなとは思ってます。ということで今回はインスタ360のルナウルトラと DJI の Osmo Pocket 4P どちらを選ぶのかというお話をしてみましたが、いかがでしたでしょうか？皆さんだったら 8K とライカのルナウルトラか17ストップと望遠のポケット 4P かどちらを選びますか？もう買ったよっていう方がいらっしゃったら、ぜひ使ってみた感想もコメントで教えていただけたら嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローいただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。